鏡に映った自分の顔が嫌いな上司と同じだった。そのことが退職を考え始めたきっかけになりました。口コミ1、市役所を辞めて民間に転職した。きっかけは娘の一言。パパって本当に楽しそうに仕事してるの？って聞かれて何も答えられなかった。その夜、20年働いて何が残ったか考えたら、疲れた顔と浅い人間関係だけ。転職して年収は550万から420万に下がったけど、今は毎朝今日も頑張ろうって思える。娘にもパパ最近笑うようになったねって言われた。これが答えだと思う。お疲れ様です。転ばぬ先の杖チャンネルです。今日は退職を考え始めたそのきっかけをテーマとした当事者の口コミを紹介します。口コミ2、退職のきっかけは友人との飲み会だった。民間で働く同級生が最近新しいプロジェクト任されて去って目をキラキラさせて話してた。俺はその時仕事の話で盛り上がれることが何もなかった。帰り道でこのままでいいのかって初めて本気で考えた。3ヶ月後に退職して今は中小企業で新規事業担当。毎日ワクワクしてる。遅くない。口コミ3、42歳で転職した。決め手は本屋で見つけた一冊の本。40代からの人生リセット術ってポップに惹かれて読んだら涙が出た。自分と同じ悩みを持ってた人が実際に行動してた。翌日から転職サイトに登録して半年後には新しい会社にいた。年収は100万下がったけど後悔は1ミリもない。本との出会いで人生変わるって本当だった。口コミ4、退職を考え始めたのは健康診断がきっかけ。血圧が上140、下95で医者にこのままだと薬が必要って言われた。前年は正常値だったのにストレスが原因だと自覚した。命削ってまで続ける仕事じゃないと思って退職を決意。転職後の健康診断では全項目正常値に戻った。体が正直にやめろって言ってたんだな。口コミ5、息子の一言で目が覚めた。将来何になりたい？って聞いたらパパみたいな大人にはなりたくないって言われた。ショックだったけど否定できなかった。毎日文句言いながら仕事して家でもため息ばっかり。そんな背中見せてたら子供も夢持てないよな。1年後に転職して今はパパかっこいいって言われる子供に誇れる父親になれた。これが最高の成果。口コミ6、退職したきっかけは妻の涙だった。ある日帰宅したら妻が泣いてて、あなたもう笑わなくなったって。確かに家で笑った記憶がない。仕事のストレスで家族に優しくできてなかった。このままじゃ家庭が壊れると思って転職を決めた。今は収入減ったけど週末は家族で出かけて笑い合える。妻があの時泣いてよかったって言ってくれた。口コミ7、転職活動をしてる後輩を見て刺激を受けた。もう限界なんで辞めますって聞いた時、最初はもったいないって思った。でも数ヶ月後、その後輩が SNS で毎日充実してますって投稿してるの見て羨ましくなった。俺も行動しようと決めて3ヶ月後に退職。今は元後輩と同じ業界で働いてる。彼に感謝してる。背中を押してくれた。口コミ8、YouTube で転職成功者の動画を見たのがきっかけ。同じ40代公務員が民間で活躍してる姿に自分もできるかもって思えた。それまでは転職なんて無理って諦めてたけど、実例見たら勇気が出た。半年かけて準備して転職成功。年収は維持できて仕事の充実度は3倍になった。情報って大事だなって実感した。口コミ9、45歳で退職したきっかけは父の死だった。68歳で急死した父が残した日記に仕事ばかりで後悔って書いてあった。それ読んで自分も同じ道を歩んでると気づいた。人生一度きり。残り時間を好きなことに使おうと決めて退職。今は年収半分だけど趣味も家族も大事にできてる。父が教えてくれた最後のメッセージだったと思う。口コミ10、同窓会で15年ぶりに会った友人の姿が衝撃的だった。
みんな生き生きしてて新しいことにチャレンジしてた。俺だけが安定してるって言い訳してた。その日からこのままでいいのかが頭から離れなくなった。3ヶ月後に退職を決意。今は起業して2年目。失敗するかもだけど挑戦してる自分が好きになれた。同窓会に感謝してる。口コミ。11、朝の通勤電車で倒れた。過労だった。病院でこのままだと心臓に負担って言われて初めて自分の体を大事にしてなかったと気づいた。命あっての仕事だろって。3ヶ月休職して考えて退職を決めた。今はゆとりある職場で働いてる。給料は下がったけど健康が戻った。お金より命が大事って当たり前のこと忘れてた。口コミ。12、退職したきっかけは娘の結婚式のスピーチ。パパはいつも仕事で忙しかったけどって言われて胸が痛んだ。大事な時間を仕事に取られすぎてたと後悔した。これからは孫との時間を大切にしようと思って早期退職を選んだ。今は週4勤務で孫の面倒も見られる。じいじ大好きって言われる幸せプライスレスだよ。口コミ。13、副業で始めたブログが月10万稼げるようになった。これがきっかけで自分の力で稼げるって自信がついた。公務員の給料に依存しなくても生きていけると思えた。半年後に退職して本格的に事業化。今は月30万安定して稼げてる。副業って単なる小遣い稼ぎじゃなくて人生を変える可能性があるって知った。口コミ。14、資格を取ったのが転機だった。仕事終わりに2年かけて中小企業診断士を取得。勉強中にこんなに頑張れるんだって自分を再発見した。資格取得後、民間のコンサル会社からオファーが来て転職を決意。今は専門性を生かして働けてる。年収も50万アップ。やればできるって自分で証明できた。これが最高に嬉しい。口コミ。15、母のあんた、目が死んでるよの一言が刺激になった。実家に帰った時、鏡見たら本当に目が死んでた。20代の頃の写真と比べて愕然とした。このまま老けていくのは嫌だと思って転職活動を開始。半年後に新しい職場へ。今は鏡見ていい顔してるって思える。母に目が輝いてきたねって言われた時、涙出た。口コミ。16、コロナ禍でリモートワークを経験したのがきっかけ。通勤に時間がなくなって家族との時間が増えた。子供と朝ごはん食べて夜は一緒に過ごせる。これが本来の生活だと気づいた。コロナ明けて出勤再開になった時、この生活を手放したくないと思って転職。今はフルリモート可能な会社で働いてる。人生の質が段違いに上がった。口コミ。17、趣味の登山で出会った人が転職のきっかけになった。その人も元公務員で今は自由に働いてるって聞いて、そんな生き方もあるんだって目から鱗だった。話を聞くうちに俺もやってみたいって気持ちが強くなった。3ヶ月後に退職して今はその人と同じ業界にいる。趣味が人生を変えるって本当にあるんだな。口コミ。18、ふと60歳の自分を想像した。このまま働いて定年を迎えた時、何が残るんだろうって。そしたら何も浮かばなかった。それが怖くて、今から何か残せることをしようと決めた。退職して小さな会社を立ち上げた。まだ軌道には乗ってないけど、毎日が挑戦で面白い。定年まで待ってたら絶対後悔してたと思う。口コミ。19、SNS で同じ境遇の人たちとつながったのが大きかった。みんな悩んでて、でも一歩踏み出した人の話を聞いて勇気もらった。一人じゃないって分かっただけで気持ちが楽になった。オンラインで相談しながら転職活動して半年で内定。今は同じコミュニティで自分の経験を共有してる。誰かの背中を押せたら嬉しい。つながりって大事。口コミ。20、これで最後です。人生折り返し地点で考えた。残りの人生、我慢して過ごすのか挑戦して過ごすのか、答えは明確だった。退職して新しい道に進んで2年。毎日が新鮮で楽しい。年収は下がったけど朝起きるのが苦痛じゃない。これだけで十分すぎる。
40代からでも人生変えられる。一歩踏み出す勇気を持ってほしい。絶対後悔しないから。以上が退職を考え始めたそのきっかけをテーマとした当事者の口コミでした。皆さんどう思いましたか？ぜひ感想をコメントで教えてください。今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。